のささやきの朗読や高額バイトの募集を見つけたのは深夜だった。荷物を受け取って渡すだけ。側近、身分証は不要。怪しすぎる内容なのに金に困っていた俺は申し込んでしまった。翌日、指示役と名乗る男からメッセージが届いた。マンションの302号室にある封筒を取ってきてくれ。あまりにも簡単すぎて逆に不気味だった。住所を検索すると普通の住宅街にあるマンションだった。怪しい雰囲気は全くない。ここなら大丈夫だと自分に言い聞かせてそこへ向かった。夕方、現場へ着くとマンションは驚くほど静かだった。住人の気配が薄く、窓にも明かりがほとんど灯っていない。エントランスの前に立った瞬間、スマホが鳴った。ノックしなくていいですよ。中に封筒があります。中。その言い方が初めて妙に引っかかった。管理会社のサイトで確認をしたとき、302号室は空室と表示されていた。空室なのに中に封筒がある？疑問を抱いたが、引き返せる雰囲気ではなかった。エレベーターで3階へ上がる。廊下の空気が重い。照明はついているのに妙な薄暗さが残っていた。302号室の前に立つと、扉の向こうからかすかな物音がした。生活音にしか聞こえない誰かが椅子を動かすような音だった。空室のはずだ。どう考えたっておかしい。俺はスマホを取り出し、指示役に連絡をしようとした瞬間、画面が震え、着信が入った。こちらが動いた瞬間のタイミングで電話が来る。まるで見られているような気味の悪さ。電話に出ると男は落ち着ききった声でこう言った。大丈夫ですよ。入ってください。なぜ中の音に気づいている？なぜ俺が玄関の前で立ち止まった瞬間に電話が来るんだ？廊下のどこか、あるいは近くの部屋から誰かが俺を見ている。そうとしか思えなかった。それでも金銭の焦りとここで逃げることの怖さの方が勝ってしまった。ノブを回すと鍵は開いていた。静かに押すと扉が開く。中は空室のはずなのに驚くほど整えられていた。新品のテーブル、ソファー、そしてカーテン。冷蔵庫には通電している音がかすかに響いていた。まるで住んでいる人間がついさっき外出したばかりの空気だった。それなのにその場には人だけがいない。玄関の扉を閉めた直後、見えないはずの部屋の奥で椅子を引く音が確かになった。
その音に反応するようにスマホが震える。画面にはまた指示役の名前。電話に出ると今度は囁くような小さな声だった。そこ、前の受け子が使っていた部屋なんですよ。封筒を取ったらすぐに出てください。前の受け子、胸の奥が冷たくなった。この部屋はただの空室ではない。明らかに何かに使われていた部屋だったんだ。そして今その続きを俺がやらされようとしている。テーブルの上に封筒がポツンと置かれていた。白無地で印字も何もなかった。ただそれだけなのに異様な存在感があったんだ。近づこうとした瞬間、部屋の奥で音がした。布が擦れるような音だった。人が立ち上がった時に響くような気配にも似ていた。空室のはずの部屋で何かが動いた。背筋をなぞるような冷たさが広がり、呼吸が浅くなる。封筒を手に取ると驚くほど軽かった。中身が入っている気配が全くないんだ。ただの紙切れを持ったような軽さだった。その時、またスマホが震えた。指示役から短いメッセージ。中身は見るな。すぐ出ろ。なぜ見るなという？そもそもこの部屋に誰が封筒を置いたんだ？疑問だらけなのに全てを遮断するような命令だった。俺は考える間もなく部屋の隅からカタンと音がした。何か硬いものが倒れた音。反射的に振り向くが人影はない。ただ玄関の方から今度はコツッコツッとノブを叩くような音が聞こえてきた。誰かが外にいる。この部屋の前に立っている。心臓が激しく跳ね、息が乱れた。そしてスマホに再び着信。指示役だ。出ると声がさっきより近かった。通話越しとは思えない距離感で囁く。外の人は出入りをする人じゃない。気づかれたら終わるぞ。終わり。その言い方には脅しではなく経験から来る確信があった。胸の奥がひどく痛む。この部屋で前の受け子が何をされたのか、どうなったのか、言葉にされなくても分かっていく感覚があった。封筒を握りしめた手に汗がにじむ。頭の中に最悪な想像ばかりが浮かぶんだ。早く出ないといけない。そう思って玄関へ向かうと、ノブが外側からゆっくり回った。完全に回しきらず、少しだけ。動かしては止めて、また動かす。まるで中の反応を探っているような不気味な動き。足が凍りついて動けなかった。ノブの動きが止まり、今度は扉の下のわずかな隙間に影が落ちた。立っている。
そこに誰かがいる。その時、またスマホが震え、また指示役の声。ドアを開けちゃいけない。その人間はこの部屋にいた前の子を探してます。前の子。俺は呼吸が止まった。この部屋で前の受け子が消えたという意味だ。そして今、その行方を探す人間が俺がいるこの部屋の前に立っている。影が少し揺れた。足音は一切しないのに気配だけが近づいてくる。ノブがまたゆっくり回された。もうダメだと思った瞬間、廊下の奥で別のドアが開く音がした。その気配に気づいたのか、玄関前の影がスッと消えるように動いた。足音一つなく、本当に影だけが横を滑るように消えていった。しかし、安心する間もなく、スマホから短く一言だけ届いた。まだ終わってません。影が廊下の奥へ消えた瞬間、少しだけ足の震えが収まった。しかし、息を整える間はなかった。指示役からのまだ終わってませんという言葉が頭の奥で響き続けていたんだ。封筒を握りしめたまま玄関から離れようとしたとき、部屋の奥からゴトッと鈍い音がした。生活音とは違う。誰かが壁に手をついたような重さのある音。空室のはずの部屋で確実に何かが動いている。背中を押されるような嫌な予感がして振り返ると、廊下の一番奥の部屋の扉がほんの数センチだけ開いていた。さっきまでは閉まっていたはずだ。開けた覚えもない。その暗闇の隙間からゆっくりと空気が漏れ出すように流れ、部屋全体がかすかに揺れた気がした。スマホが震えた。画面にはまた指示役の名前。出ると声はかすれていた。奥の部屋は絶対に近づかないで。そこは前の子が最後に入っていた部屋なんだ。言葉の途中で男の声が急に小さくなった。誰かに聞かれないように息を殺している気配が伝わる。いいか、封筒をその場に置いて玄関から静かに出ろ。戻らなくていい。鍵も閉めなくていい。とにかく音を立てずにそこから出ろ。とにかく男の声の緊張がそのまま恐怖として胸の奥に沈み込んだ。封筒を床に置いてそっと玄関に向かう。その時だった。奥の部屋の扉がギーッとほんの少しだけ広がったんだ。誰かが手で押したような自然な開き方。でも扉の向こうは完全な暗闇で、中の様子は一切見えなかった。ただ空気だけが、冷たく湿り気のある空気だけがゆっくりと流れ出てくる。玄関まであと数歩。手をドアノブに触れた瞬間、背後で、あの人、どこ？
ささやき声が聞こえてきた。男女どちらとも言えない。かすれた声、そして乾いた声。明らかにそこにいる誰かの声だった。振り向けなかった。振り向いたら終わる。ドアノブを回した瞬間、廊下の薄い照明がわずかに暗くなり、背後の床を何かがゆっくりするような音が近づいてきた。逃げないと思った瞬間、玄関の外側で誰かが足音を立てて駆け寄ってくる気配がした。さっきの影の男かもしれない。外も危険、中も危険。それでもここに留まる方がもっと危ない。俺は急いでドアを開け、廊下に飛び出した。足音を殺して階段へ向かう。背後からは奥の部屋の扉が勢いよく開く音がした。絶対に振り向くな。その直感だけで階段を駆け下りた。1階に着く頃、スマホに短いメッセージが届いた。黙っていれば、あなたは関係者ではありません。そしてもう1通届いた。戻れば対象者になります。マンションを出て振り返ると、3階の302号室の窓がゆっくりゆっくり閉まった。そしてカーテンの隙間から誰かの影が確かにこちらを見ていた。そしてその日を境に、あのマンションから数日おきに空室情報の更新がされている。302号室は今も空室のままだ。誰が住んでいたのか、そして誰が消えたのか。あの日、俺が見つめていた影は誰なのか。そして前の子の代わりが次に呼ばれるのは一体誰なのか。俺が最初におかしいと思ったのは、受付にいた男の反応だった。名簿に名前を書いた瞬間、受付担当の石田がペンを止めた。顔を上げた石田は一瞬だけ目つきが変わった。驚きでも確認でもなく、ああ、来たか、と言いたげな目だった。そして無理に笑顔を貼り付けてこう言った。本日は9番テーブルですね。声の重さが異様だった。まるでそこは座らない方がいいとでも伝えているようだった。会場に入るとその意味がすぐに分かった。他のテーブルは賑やかで笑い声が重なっているのに、9番の周囲だけ空気が薄かった。照明の明るさまで違って見えた。俺は席に着いた。向かいは空席。相手の女性、美咲はまだ来ていない。スタッフが小声で話す声が背中越しに聞こえた。また9番？順番ずらした方がいいんじゃないの？いや、もう来ちゃってるし。はっきり聞こえないのに、9番を避けたい空気だけは伝わってきた。開始時間。その時、
美咲が会場に入ってきた。白いワンピース、落ち着いた雰囲気。だけど足音がしない。ヒールなのに床を踏む感覚が全くなかった。近くの席の男女が美咲を一度見てすぐに目をそらした。まるで見たくないものが歩いてきた時の動きだった。美咲は静かに座り、細い声で言った。よろしくお願いします。顔は普通なのに表情が動かない。瞬きの間がやけに長い。息遣いも感じなかった。司会が説明を始めたが、9番の席だけ視線が完全に避けられていた。一度もこちらを向かない。自己紹介が始まり、俺は無難に話した。美咲はうなずくだけだった。だが視線は俺の顔ではなく、俺の後ろを見ている。誰かが立っているような目線だった。そして美咲は静かにこう言った。あなた、9番は初めてですよね。その時、受付の石田が廊下の奥からこちらを見ていた。表情のない顔だけが暗がりから浮いていたんだ。次の瞬間、ベルが鳴った。9番だけ他より早く強制的に終了されたようなタイミングだった。美咲は俺に小さく問うように囁いた。9番の席って知ってきたんじゃないんですか？その瞬間だけ会場の空気が凍りついた。9番の席を離れて次のテーブルに移動した。けれど頭のどこかで美咲の言葉がこびりついたままだった。9番は初めてですよね。そんなの初めてに決まっている。だがあの言い方は本当は違うとでも言いたげだった。自己紹介が始まっても内容が入ってこない。相手の話に相槌を打ちながら俺は横目で9番テーブルを見た。誰も座っていないのに椅子だけが誰かが腰をかけた形にわずかにへこんでいた。照明の角度もおかしかった。9番の真上だけ光が一つ弱かったんだ。ローテーションが進むにつれてそれはもっと明確になった。普通なら全員が順に回るはずなのに9番だけ避けるように流れがねじ曲がっていた。誰も近づかない。誰も座らない。まるでそこに見えない誰かが座っているように。その時、隣の席にいた男が水を飲むふりをして低く言った。常連らしい男、杉本匠だった。お前、9番座ったのか？声は笑っているのに目が笑っていなかった。なんでですか？そう聞くと眉を潜めた。やめとけ。あそこはずっと空席でいい席なんだよ。なんで避けるんですか？そう問い返した瞬間、杉本の声が途切れた。受付の石田が会場の入り口からこちらを見ていたんだ。表情はなく視線だけが9番のそばに固定されていたんだ。
杉本は急に口を閉ざした。まるで石田に聞かれたくないことでもあるかのように。イベントの後半に入った頃、俺はどうしても気になって9番の席を遠目に見た。テーブルの中央に置かれた小さなキャンドル。その炎だけが細かく震え続けていた。他の席のキャンドルは安定しているのに、9番だけ呼吸をしているみたいな揺れ方だった。誰も座っていないはずなのに、椅子の角度がいつの間にか変わっていたんだ。俺は喉が渇いた。近くのテーブルの人間が9番の方を一別し、すぐ視線をそらした。その瞬間、遠くにいた美咲と目が合った。会場の端にいるのにはっきり見える。人混みの中で美咲だけ輪郭が濃かった。視線は俺に向けられている。でもそこに感情はなかった。確認。そんな冷たい目だった。俺が視線を外そうとしたとき、手首を軽く掴まれた。視界の人間だった。声を潜め、小さく言う。帰るとき、気をつけてくださいね。なぜ俺だけ？理由を聞こうとしたが、司会者はすぐに離れていった。会場の空気が突然重くなった。時計を見るとイベント終了まであと10分。その時スマホが震えた。画面を見ると見覚えのない番号。通話を取ってみると、お帰りの際、間違えないでくださいね。美咲の声だった。会場の反対側にいるはずなのに、耳元で囁かれたみたいに近かったんだ。通話が切れた後、会場の音が急に遠のいた。人の声はしているのに、9番の周りだけ空気が沈んでいる。胸の奥がざわついた。俺は出口に向かって歩き出した。足元が乾くような感覚がずっと続いていた。扉を開けると薄暗い廊下が伸びている。照明が一本だけ切れていて、その下だけ影が濃かった。その影の中に美咲が立っていた。会場の反対にいたのに、歩いた気配が全くなかった。息も切れていない。ただ、そこに立っている。よかった。まだ帰ってなかったんですね。声は静かだった。けれど、どこか安堵ではなく、目的のものを見つけたような響きがあった。あなたは9番に座れたから大丈夫です。大丈夫？その言い方が一番怖かった。何がだ？美咲は俺の少し後ろを見たままこう続けた。去年もここに来てましたよね。去年？来た覚えなんてない。だが美咲は迷いなく言った。9番は一度来た人がもう一度戻ってくる席なんですよ。その時顔を上げると、廊下の奥に受付の石田が立っていた。
影みたいに動かず、美咲と俺をじっと見ている。石田の口が無音で一言動いた。それは帰れだった。その瞬間だった。美咲の指が俺の手首に触れた。冷たいのに体温がない。重さだけが指先に乗っている感覚だった。肌の上で存在だけが張り付いていた。覚えてますよね。美咲は微笑んだ。その目は俺ではなく、俺の肩より少し後ろを見ていた。9番の人は次の週には来なくなるんですよ。声は小さいのに意味だけがずしりと落ちた。視界の人間が慌てて走ってくる。俺の肩をつかみ小声で言った。本当に帰れ。頼む。早く。まるで俺がここにいない方がいいと知っているような必死さだった。俺はそのまま会場を後にした。廊下を歩くと影が長く伸びる。外に出てドアを閉めた瞬間、音が一気に戻った。車の音も人の声も全部普通だ。だが帰ろうと歩き出したとき、スマホが震えた。通知ではない。着信。発信者は不明。俺は通話を拒否した。だが拒否をした直後、耳元で小さな声がした。来週も9番で待ってますね。俺は反射的に振り返った。誰もいない。ただ街灯の下に落ちた影が2つ。俺の影とすぐ横に並ぶ誰かの影。夜風が吹いても隣の影だけは揺れなかった。広前市へ越してきた日、最初に違和感を覚えたのは家の安さだった。築年数の割に信じられないほどの賃料で、内見に行った時も妙に話が早く進んだ。案内してくれた地主の老人は背の曲がった静かな男で、口調は柔らかいのにどこかこちらを値踏みするような目をしていた。契約の印鑑を押した瞬間、老人はふっと肩の力が抜けたように息を吐き、ここを気に入ってくれたのは本当にありがたいと必要以上に丁寧な礼を繰り返した。家は普通だった。間取りも広く、古い柱が少しきしむ程度で、格安の理由がわからないほどだった。ただ、裏手には細い旧道が一本伸びていて、その道だけは土が濃く黒ずんでいた。昼間でも薄い影の幕がかかっているようで、誰かが最近までそこを通っていた気配が残っているように見えた。夕方、引っ越しの挨拶に周りを歩いたが、家の場所を伝えると住民の反応が揃って曖昧になった。ああ、そこか、と言った後に続ける言葉がなく、皆同じように裏手の道を見ないようにしていたんだ。深入りしてはいけない場所でも
扱うような沈黙が流れ、その空気が妙に胸に残った。その夜、荷物を片付けていると、裏の方からかすれた足音がした。砂利を踏む軽い音で、歩いているなら近づくか遠ざかるはずなのに、距離が変わらないまま一定で続いていた。窓を開けても誰もいない。ただ風の向きと足音だけが別々に流れていて、耳がそれを追いきれなかった。初日だから聞き間違えたんだと自分に言い聞かせても、音が止むまで妙な冷たさが背中に張り付いていた。その夜、子供が地図帳を眺めながら、ここ、名前がないね、と言った。指さしたのは裏手の旧道の先に広がる一帯で、確かに地図の印刷が薄く、境界線だけがぼんやりと残っていた。何気なくページを見ているだけだと思いたかったが、子供は続けて、ここ、誰も呼ばない名前があるんだって、とつぶやいたんだ。俺はその言葉の意味がわからず、理由を聞いても首をかしげるだけだった。越してきたばかりの家はとても静かで、壁も屋根も特に何も変わったことは起きなかった。それでも裏手の旧道だけは最初から別の時間が流れているようで、夜になると土の色まで深くなったように見えたんだ。格安物件を疑う理由はなかったはずなのに、初日の夜から家ではなく土地にだけ沈んだ気配があったんだ。翌朝その旧道がどこへ続いているのか確かめようと外へ出たとき、初めて小さな違和感では済まされないものを見つけることになる。翌朝、旧道を少し歩いてみると、土の色が夜より薄くなっていた。風が通るたび粉のように舞い上がり、踏みしめると深さの違う沈み方をした。誰かが最近歩いた跡ともつかないのに、足の裏だけが妙に重く感じた。道の幅は狭く、両側の草木は外から押し寄せられたように傾いていて、昼でも薄暗かった。その日の昼、荷物を整理していると、地主の老人が訪ねてきた。玄関先で礼儀正しく頭を下げたが、家には入らず、裏を見ないようにして立っていた。落ち着いて過ごせていますか、と、他愛のないことを聞きながらも、視線は地面の一点に吸い寄せられたままだった。旧道の方へ目を向けた瞬間だけ、老人の声が小さくなった。それは怯えるような反応だったんだ。帰り際、老人はふと声を落とし、夜だけは裏に近づかない方がいいですよ、と言った。理由を聞いても答えてはくれず、曖昧な笑みだけ残して帰っていった。あの言い方は注意ではなく警告に近かった。安物件であることに少しずつ理由が浮かび始めているのを自分でも薄々感じていた。午後、市役所へ住所変更の手続きをしに行った。壁に貼られた古い新聞の縮刷版が目に入った。昭和28年の紙面に、広前のある一家の死亡記事が
小さく載っていた。場所は今の住所と離れているはずなのに、紙面の端に貼られたメモには、元は別地名とだけかすれた字で記されていた。その地名は塗りつぶされて読めなかった。けれど、なぜか裏手のあの旧道が頭をよぎった。職員にここ一帯の古い地名を尋ねると、資料庫から色あせた地図を出してくれた。ところが、裏手に広がるはずの一帯だけ、薄い境界線のまま地名が空白になっていた。昔は集落もあったらしいんですが、何分記録が残っていなくて。と職員は言ったが、その言い方は本当に残っていないのか、それとも触れたくないのか、判別できない声だった。家に戻る途中、子供が道端の落ち葉を拾って見せてきた。葉の裏には薄い墨の線がついていて、誰かが指でなぞったような跡にも見えた。子供は、これ、名前だよ、と言ったが、どんな名前かを聞いても答えてはくれなかった。ただ、葉を見つめる目の奥に、昨日とは違う影のようなものが揺れていたんだ。夕暮れ、旧道の前に立つと、昼よりも深い影が沈んでいた。風向きが変わるたびに、奥から何かが押し戻されるような冷気が流れ込んできた。道の先は曲がっているだけなのに、先が見えない。家の中は静かで何も起きていない。ただ旧道だけ時間の層が一枚ずれているように思えたんだ。その夜、家族が寝静まった頃、裏から乾いた音が一度だけ響いた。木を叩いたような、土を落としたような、不自然に軽い音だった。耳を澄ますほど音は消えていき、気配だけが残った。決して大きな音ではなかったのに、胸の奥に小さなざらつきが沈んだまま取れなかった。そして翌朝、旧道の入り口に誰かが立っていた痕跡を見つけることになる。3日目の朝、旧道の入り口の土がわずかにえぐられていた。靴の跡ではなく、指で強く押したような深さで、形は不規則だった。夜の間に誰かが立っていたのか、踏みつけられたというより、そこにしがみついていたような跡にも見えた。触れると冷たく湿っていて、朝日が差しているのに乾く気配が全くなかった。昼前、家族で短い散歩に出かけた。裏手を避けて別の道へと向かったはずなのに、15分も歩くと景色が変わらなくなったんだ。木の並びが繰り返しているように思えて、曲がり角をいくつも通ったのに同じ形の石垣が現れたんだ。距離を確かめようとスマホの地図を開いても、現在地の表示が遅れたままピタリと止まり、針は方向を示さない。電波が弱い場所でもないのに、地図の中だけが静かに止まっているようだった。風の流れもいつの間にか一方向に偏っていた。木の葉が自分たちの方へと押し寄せてくるように揺れ、道の奥の影が少しずつ
濃くなっていく。遠くから鳥の声が聞こえたが、その声だけが距離を感じず、空気の厚さの中で張り付いたように響いた。子供が急に足を止め、誰かに見られてる、とつぶやいたんだ。どの方向かを聞いても指をささず、ただ周囲を警戒するように目を動かしていた。引き返そうとしたとき、小さな祠のような石の塊が道端にあった。図形にも見えない形の線が刻まれ、表面に薄く黒い跡がついていた。手を触れないまま横を通り過ぎると、背後で空気が揺れた。耳のすぐ後ろで誰かが小さく息を吸ったようで、振り返ってももちろん誰もいなかった。けれど草の先が風とは違う力で押されていたんだ。家に戻ると地主の老人が門の前に立っていた。いつもより顔色が悪く、額に細い汗が浮いていた。裏へ行きましたか、と開口一番に尋ねてきた。俺は散歩しただけだと言うと、老人の目がわずかに見開いた。あの道は入ってはいけないよ。あれは戻らなくなる前触れだから。と低く震えた声で言った。理由を聞こうとしても老人は答えず、ただ夜になればわかるとだけ残して去っていった。夕方、旧道の入り口に立つと、昼よりも深い影が道の奥に沈んでいた。風が吹いているのに奥の木々だけが揺れず、影が地面を伝うようにゆっくりと広がっていた。足元の土がわずかにへこみ、まるで誰かがそこを歩いた後のように沈んだんだ。空気の厚さが増し、数ほど胸に重く溜まっていった。家に戻ると子供が窓の外を見つめたまま動かなかった。さっきあの道の場所に人が立ってたよ、と言うんだ。どんな人かを聞いても説明できないという。ただ黒い形だったとだけ。まだ姿ははっきり見えないのに、旧道の向こうで何かが形を持ち始めている気配だけが確かにあった。だが次の日、確信することになる。あの道はどこかへ続いているのではなく、どこかが近づいてきているんだと。4日目の午後、旧道の奥に薄い霧が出ていた。朝日が差しているのに、霧は一箇所に固まったまま動かず、道の表面だけを白く塗りつぶしていた。近づくほど空気が重くなり、風が止まり、外の音が遠くへ押しやられたように消えた。足元の土は乾いているのに湿った匂いがした。生乾きの布のような、古い井戸の底のような匂いだった。霧の中を数歩進むと、景色が一度ねじれたように感じた。その瞬間、そこはもう旧道ではなかった。左右に古い木造の家が並び、板の壁は割れ、屋根の瓦はところどころ落ちていた。
誰も住んでいないはずなのに、家の前に置かれた桶は濡れていて、軒下には乾ききらない洗い物が一つ下がっていた。人が使っていた痕跡がそのまま時間から切り離されたように残っていた。後ろを振り返ると来たはずの道がなかった。濃い霧が壁のように立ちふさがり、景色を塗り替えたように何も見えなかった。戻ろうとしても足が重く、空気の圧が胸にのしかかる。二歩後ろに下がるだけで息が詰まるほどの拒まれる感覚があった。村の中心らしき場所に小さな祠が傾いていた。木の表面は黒く焦げたように変色し、足元には細かい木片が散らばっていた。祠の横には倒れた柱が一本転がり、その先端には乾いた赤茶の跡がかすかに残っていた。触れなくても匂いが分かった。遠い昔の争いが地面に張り付いたまま離れていない匂いだった。家屋の一つの戸が半開きになっていて、風もないのにわずかに揺れていた。中を覗くと茶碗が机に残っており、布団がめくれたまま床に落ちていた。そこにいた誰かが途中で姿を消したような乱れ方だった。奥の暗がりには何も見えないはずなのに、目があったような気配だけが先に届いた。耳元で小さな音がした。廊下を歩くような軽い足の動きで、板の沈む響きが一度だけ空気に触れた。振り向いても誰もいないのに、家の奥からゆっくりと影が伸びてきた。人の形に見えるようでいて、輪郭が安定せず、霧の中で形を探しているように揺れていたんだ。子供が小さく息を飲んだ。ここ、誰もいなかったのに。と、震える声で言った。俺は意味がわからず聞き返すと、子供は家の奥を指さした。さっきまであの部屋にいたよ。黒い服の人、こっち見てた。霧の奥で影が一つ動いた。ゆっくりと首の高さあたりで揺れ、こちらに向きを変えたように見えた。人影が立っていた場所の後ろには倒れた井戸があり、その縁には古い字で何かが刻まれていた。読めないはずなのに、頭の奥で一つだけ言葉が形になった。杉沢。まるで誰かが耳に近づいて囁いたような重みで、はっきりとそう聞こえた。霧の中で立ち止まった瞬間、空気の重さが変わった。村の家並みが薄く揺れ、耳の奥で低いざわめきが広がった。誰かが大勢で話しているような、しかし声ではなく息だけが集まったような、そんな圧だった。子供が急に手を握りしめ、帰ろうと震えた声で言った。だがどこへ向かっても霧の壁が立ちはだかり、旧道の方角すらわからなかった。家の間を抜けると広場のような場所に出た。中央には倒れた井戸、
その横に古い木札が散らばっていた。表面には墨の線が混じり、字が崩れた跡が残っていた。その中の一枚にだけかろうじて読める線があった。丸みを帯びた筆跡で沢の字が浮かび、横にはかすれたもう一文字が並んでいた。読めないのに脳の奥で形だけが明確だった。その時、井戸の裏側から足音がした。乾いた板を踏むような軽い響きでゆっくりと近づいてきた。走るような気配ではなく、まるでその場に戻ってきたかのように一定の間隔で音が鳴った。霧の奥から黒い影が一つ浮かび上がり、肩ほどの高さで揺れたんだ。距離があるのにただこちらを見ていると分かった。影は動かない。その代わり広場の両側の家から別の影がにじむように現れたんだ。形を持つ直前の黒い人影で服が古い。昭和の頃の作業着のような色の抜けた布の輪郭。足元は地面に触れていないようで、影だけが地面に薄く沈んでいた。人数は増え続け、井戸の周りに半ば円を描くように立ち並んだ。子供が小さくつぶやいた。この人たち、みんな逃げてた。その声に返事をするように、影の一つがわずかに動いた。肩が揺れ、まるで後ろを振り返る動作を思い出したかのようだった。次の瞬間、耳の奥で短い叫び声のような響きがかすかに弾けた。声ではなく、記憶のかけらのような音だった。村の家々の中で戸が一つだけ揺れた。風もないのに奥が暗く開き、板の上に乾いた泥の跡が一本続いていた。泥の形は小さく、子供の歩幅に近かった。だがその横に重い足跡があり、明らかに大人のものだった。二つの跡が重なり、家の奥へと続いている。家族が逃げようとした痕跡ではなく、追われて逃げた後のように見えたんだ。そして不意に霧が一瞬薄れた。村の奥にある道の先に人影が一人立っていた。他の影よりもはっきりとしていて、着ている服が違った。古びた作業着ではなく、黒い羽織のようなものをまとい、顔の半分が霧に隠れている。立ち姿だけで異様な気配があり、その形はまるでこの村を滅ぼした存在のように感じたんだ。影たちは一斉にそちらへ顔を向けた。霧の静けさに耐えきれないほどの圧が押し寄せ、空気が震えた。子供がとっさに目を覆い、あの人、まだいるんだ、と言った。わかるはずのない言葉が、なぜか村全体の空気と合わせて真実のように響いた。その影はゆっくりとこちらに向けて頭を傾けた。霧が深さを増し、足元の地面が沈む感覚がした瞬間、急に視界が白く跳ねた。気づいたとき、村の景色は消えていた。
霧の中の出口に放り出されたように旧道の手前に立っていたんだ。時間がどれほど過ぎたのかわからない。ただ一つだけははっきりとしていた。広場に散らばっていた木札のうちの一枚が俺の足元に張り付いていたんだ。そこには崩れた文字でこう刻まれていた。杉沢。旧道に戻った時、夕暮れが落ちかけていた。足元の木札は乾いた音を立てて転がり、墨の線が薄くにじんでいた。家までの帰り道は現実の景色に戻っているはずなのに、周囲の音がどれも遅れて届き、背中にはまだ霧の重さがまとわりついていた。玄関に近づくと、門の前には地主の老人が立っていた。いつもより顔色が悪く、唇がわずかに震えていた。俺の姿を見ると、老人は安堵とも絶望ともつかない表情を浮かべ、戻ってきたのかと喉の奥で転がすようにつぶやいた。問い返そうとしたが、老人は続けて、見たんだなとだけ言った。言葉の端に長い震えが染みついていた。老人は裏手を見ようとしないまま、あそこはもともと俺の村だったんだ。昭和の初め、村の者は皆あの日に。そこで声が途切れ、肩が大きく沈んだ。生き残ったのはわしだけだ。他は霧に飲まれた。老人は自分の胸ポケットから古い木札を取り出した。表面はひび割れ、墨の線は擦れている。それでも読める文字が一つだけ残っていた。杉の字だった。その隣に当時のものらしい名字の一部がかすかに残っている。震える手で木札を見せながら老人は目を伏せた。封じてきたんだ。ずっと外へ出ないように。ここに住む者を遠ざけるために。格安物件の理由がようやくつながった。誰も住みたがらない土地を老人が必死につなぎ止めていたんだと分かった。裏の旧道は村の入り口ではなく、村がこちらへ伸ばしてくる残り道だったんだ。老人はそれを塞ぐ最後の存在で、俺たちはその結界の上に越してしまったんだ。戻った影は名を探す。と老人は言った。村が消えた日の続きを見つけようとするんだ。誰かを連れて行こうとする。その言葉の最中、家の中から小さく何かが落ちる音がした。子供が驚いて振り返ると、中央の廊下の暗がりに影が一つ立っていた。黒い輪郭で形が霧の中と同じだった。足は床に触れず、肩のあたりだけがわずかに揺れていた。息を飲むと影は廊下の奥へゆっくりと角度を変えた。顔は見えない。ただ視線だけがこちらに伸び、空気の温度が一気に下がる。影の足元にいつの間にか木札が落ちていた。家族の名字と並んで
黒い墨で書かれた古い地名が沈んでいたんだ。杉沢。次の瞬間、影の後ろの闇が膨らみ、もう一つ、また一つと人の形が並び始めた。昭和の服、濡れた足元、誰も声を出さないまま、廊下の奥にゆっくりと集まっていく。始まった。地主の老人がかすれた声でつぶやいた。影たちは動かない。ただ数を増やしながらこちら側へと来ようとしていた。今になって思えば、あの部屋に住み始めた時点でもうすでにおかしかったんだと思う。引っ越しを終えた日の記憶が妙にぼんやりとしている。荷物を運び入れ、部屋を見回し、鍵を閉めたはずなのに、その流れが途中から曖昧だった。ただ一つだけはっきりと覚えている感覚がある。玄関を閉めた瞬間、体が軽くなった。長時間の作業で溜まっていた疲れが一息で抜けていく。部屋に入ったというより、体が何かに包まれたような不自然な落差だった。数日後、その感覚ははっきりとした形を持ち始めた。仕事から戻るたびに扉を開けた瞬間に呼吸が深くなる。照明をつけなくても暗さが気にならず、影の輪郭が柔らかく見えた。湿度も温度も普通なのに、皮膚の表面がゆっくりと沈むように馴染んだ。この部屋だけ空気が熱い。そんな印象が毎日続いた。逆に外へ出ると違和感が出た。コンビニまで歩いただけで呼吸が浅くなり、背中にざらつく重さが残る。朝の通勤中は特にひどく、体の一部が置いていかれたような感覚が抜けなかった。まるで部屋の外だけが急に肌に合わなくなったようだった。ある夜、近所のドラッグストアからの帰り道、玄関の前でなぜか足が止まった。鍵を差し込む前から扉の向こうの空気がわずかに膨らんでいる気がしたんだ。向こう側に気配があり、こちらが触れるのを待っている。そんな圧のある静けさが流れていたんだ。扉を開けた瞬間、背中のこわばりがはっきりと解けた。室温は低いはずなのに、体の内側がじんわり暖かい。照明をつける前から影がかすかに揺れ、その揺れに合わせて呼吸が落ち着いていった。その日からだ。外にいる間、部屋のことを考える時間が増えたんだ。帰り道のどこかで見えない糸に惹かれるような感覚が生まれ、早く戻らなければという焦りが胸に浮かんだ。そして決定的におかしいと思った出来事が起きた。週末の夜、外出から戻って玄関を開けた瞬間だった。靴が揃っていたんだ。俺はいつも雑に脱ぐ。
出る前も左足の靴が少し斜めを向いていたはずなんだ。そこには正面を向いてきれいに並んだ二足の靴があった。それなのに、そこには正面を向いてきれいに並んだ二足の靴があった。触れていない。動かしてもいない。それでも靴は帰りを待っていたかのように整えられていた。まるでこの部屋が俺を迎える準備をしていたみたいだった。靴が揃っていた夜から外へ出た瞬間の違和感が急に強くなった。家の前の道路に出ただけで胸が重くなり、呼吸が浅くなる。肩や背中に薄い膜のような冷たさが張り付く感覚が続いて、歩くたびに体の芯が揺れるようだった。仕事へ向かう朝、エレベーターを降りた瞬間に視界が少し暗くなった。日の光は普通に差しているのに、目の奥が痛む。妙に強い眠気も重なり、意識のどこかがぼんやりとしたまま会社へと向かっていた。ただ会社についても不調は続いた。パソコンの画面を見ると文字が霞んで見えて手先が少し震える。昼休みになって休憩室の椅子に腰を下ろしたとき、突然ふっと意識が引き戻されるような感覚があった。まぶたの裏に自分の部屋の玄関が浮かんだんだ。木目の模様、鍵穴の位置、靴の影、その全部が鮮明で現実のように近い。思い出したわけではない。そこにいるの自覚だけが急に目の前へ落ちてきたようだった。強く目を開けた瞬間、心臓が跳ねた。足元が揺れ、机に手をつかなければ倒れそうになった。同僚に心配されても口をついて出たのは大丈夫ですだけだったが、頭の奥はもう別の方向を向いていたんだ。早く帰りたい。部屋に戻らないと体がどこかで崩れるようだった。そんな焦りが喉の下にずっとぶら下がっているようだった。退社をして外に出た夕方、空気の冷たさがいつもと違った。風を受けると背中の中心から内側に染み込むような圧があり、肩から腕へと刺すように広がる。歩くたびに足元のアスファルトが少しだけ遠く感じた。まるで外の空気そのものが拒絶してくるような感覚だった。家へ向かう道に入った頃、背中に何か細いものが触れたように感じて振り返った。だが誰もいない。ただ皮膚に残る線だけが消えなかった。その冷たさは部屋を離れるほど濃くなるようだった。角を曲がり、アパートの建物が見えた瞬間、その冷たさが一度に引いた。肩のこわばりがほどけ、足元が急に安定した。まるでそこが体の正しい位置に戻る場所であるかのようだった。階段を上がりながらはっきりと感じた。俺は部屋に引っ張られている。外の不調がすべて部屋へと戻すために起きているような、
そんな確信が静かに胸の底へ沈んでいった。階段を上がりきり、玄関の前に立った時だった。扉の向こうから空気の厚みがじわっとにじむように伝わってきた。外にいた時の不調がここでは一切ない。むしろ早く中に入れと言われているような静かな圧があった。鍵を回し扉を開けた瞬間、体の奥が一気に緩んだ。肩の重さも背中のきしみも何一つ残らない。部屋の空気が胸の奥まで沈み込んでくるような異様な安心感があった。足を一歩踏み入れたとき、室内の空気がかすかに揺れた気がした。誰かが通り過ぎたような気配がすぐそばで細く動いた。照明をつけると部屋の景色はいつも通りだった。ただ一点、視線がどうしても玄関の足元へ向かう。そこには揃えられたままの靴があった。まるで帰りを待つ習慣になっているかのように。その晩、布団に入っても胸の奥がざわついて眠れなかった。体は軽いのにどこか頭が浮いたようで、意識の裏側が妙に静まり返っていた。目を閉じると部屋全体がこちらを見ているような気配があった。深夜1時を過ぎた頃、ふと思いついた。部屋の外へ出てみようと。何か確かめたい衝動があった。玄関の扉を静かに開けて一歩だけ外へ出た。その瞬間、胸が強く締まった。肩に重い冷気が乗り、足首から先の感覚が薄れる。さっきまでの暖かさが嘘のように遠のいたんだ。二歩目を踏み出そうとしたとき、後ろから強く引かれたような感覚が走った。誰かの手ではない。空気そのものが腕を掴んで引き戻したような抵抗できない力だった。気づいたら俺は部屋の中にいた。扉は閉まっている。鍵もかかっている。外に出た記憶があるのに、そこへ至る動作がひどく曖昧だった。息を整えようとしたとき、玄関の隅が目に入った。さっきまで揃っていた靴が今度は少しだけ斜めを向いている。出る時の乱れ方と全く同じ角度だった。俺が出た動きがそのまま部屋の中で再現されている。なのに俺は外にいた時間をほとんど覚えていない。その靴の角度を見て俺は初めてはっきりと理解した。この部屋は俺が出た瞬間の痕跡を全部覚えている。そして外へ出ることをそもそも望んでいない。部屋の空気が背中へそっと触れてきた。押すのでも引くのでもない。ただここにいればいいというように。その瞬間俺は悟った。もうこの部屋から離れられないんだと。
中古車販売店で働き始めて3年目の夏だった。閉店間際の店内は静かで、展示車のガラスが夕日を反射してオレンジ色に濡れていた。その日はいつもより客足が少なく、俺は店の前をほうきで掃いていた。暑さが地面でじわりと歪むように揺れて見える。それでもこの時間帯は空気が少しだけ軽くなる。ほうきの先端が影をまたいだとき、視界の端に白い形が浮いて見えた。ふと顔を上げると、入り口のガラス越しに白いスーツを着た男が立っていたんだ。真夏に白のスーツ。しかも汗一つかいていない。姿勢だけが異様にまっすぐだった。店内に入ってくる様子はない。ただガラス越しに展示車の一台、ずっと売れ残っている黒の中古車だけをじっと眺めていた。お客様かと思い声をかけようとしたが、男は瞬き一つしなかった。まるで時間から浮いているような立ち姿だった。俺は気味が悪くて視線を外そうとした瞬間、ガラスに反射した店内の光で男の顔が一瞬だけはっきり映った。白いスーツの襟元から下へ水を吸ったように黒い影が伸びていた。顔色ではない。まるで服の中から染み出した跡みたいだった。気づいたら手のひらに汗がじんわりにじんでいた。ガラスの向こうの男が急にこちら側へと首を傾けた。やめてほしい角度だった。確認をするようにこちらを見るのではなく、見えている位置に合わせてくるような傾け方だったんだ。ほんの数秒。けれどその数秒が異様に長かった。俺は気を紛らわせるため、無理に視線を車へ戻した。売れ残っている黒の中古車は、前のオーナーが事故で手放して以来、誰も買いたがらない車だった。それを男は一切視線を外さずに見続けている。振り返ったとき、ガラスの前にはもう誰もいなかった。白い影は消えていた。ドアは開いていない。足音もしない。けれど地面にはほんの一つだけ濡れた靴跡が展示車の方へ向かって残っていた。その靴跡の先、黒い車のボンネットを見た瞬間、胸の奥で何かがざわりと動いた。理由はわからない。ただあの白いスーツの男が車から離れられない何かだった気配だけが静かに背中へと染みていった。翌日、出勤して店のシャッターを開けた瞬間、胸の奥がざわついた。理由はわからない。ただ展示車の並ぶ駐車場がいつもより湿って見えた。昨夜は雨は降っていない。それなのに地面の一部だけほんのわずかに色が濃かった。そこは例の白いスーツの男が立っていた場所だった。俺は嫌な予感を押し込んで店の清掃を始めた。鍵をチェックし、契約書をまとめ、車の外装を拭き上げていく。そして黒い中古車の前に立った時だった。ガラス越しの車内に白いものがかすかに揺れているのが見えた。布の切れ端のようにも見える。だがこの車には荷物はもちろん、前のオーナーのものも何も残っていないはずだ。ドアを開けると
車内は熱の熱気でムッとするほど暑かった。それなのに後部座席だけがじんわりと湿っていた。触れると指先に薄く水がついた。嫌な冷たさだった。エアコンの結露では説明がつかない。視界の端で運転席のサイドミラーがわずかに震えた。窓は全部閉まっている。風もない。反射したミラーの中、後部座席の白いシミが人の肩の形に見えた。背筋が急に凍りつく。呼吸を整えようとしても胸が浅くひりつくだけだった。気のせいだと思いたくてシミに触れた指を見た。指先の水は透明ではなかった。ほんの少し灰色が混じっている。泥水の色に似ていた。そこで急に背後からガラスを叩く音がした。振り返ると店のガラスドア越しに白いスーツが立っていた。昨日と全く同じ角度、同じ姿勢。目線だけが黒い車のフロントへとゆっくり沈むように動いていく。瞬きした一瞬でその姿は消えた。ドアは開いていない。足音もしていない。ただガラスの内側に濡れた指の跡が4本ゆっくりと滑っていた。その指の跡はまるで車内の誰かが中から触れたように見えた。背筋を覆う不快感を抑えきれなくなり、俺は店の奥に引っ込んだ。それでもさっき触れた後部座席の冷たさだけが手の甲に残り続けていた。そして気づいた。あの濡れた座席の位置、人の肩の形に見えたシミ。それはちょうど前のオーナーが事故で見つかった時の姿勢と同じ高さだった。その日の閉店作業はいつもより時間がかかった。手を動かしているだけなのに背後の空気の重さが張り付いて離れなかったんだ。外が暗くなる頃、駐車場の明かりがパッとついた。展示車のボンネットが白く光る。黒い中古車だけ光の反射が鈍かった。表面に薄く湿りが残っているように見えた。近づくとフロントガラスの内側に白い影が映っていた。人影のようで体の線がやけに細い。こちらの気配に合わせるようにゆっくりと首が傾いた。俺は怖くて目をそらした。視線を地面へ向ける。そこには濡れた靴の跡が一列ずつ並んでいたんだ。店の入り口から黒い車のドアへ向かう一本の線。歩幅は妙に狭いのに地面はしっかりと濡れていた。まるで湖から靴を引きずり上げたような跡だった。心臓が乱暴に跳ね上がった。開いているはずのないものが車の中で動いている。そう理解した瞬間だった。ガラスの内側からカツッと乾いた音がした。次の瞬間、内側の曇りガラス越しに指がそっと一つ当てられた。それは外からではなく明らかに中から。指先はゆっくりと横へ滑り、ガラスに白い跡を残していった。その線が描いていたのはこちらへ向くような手招きの形。俺は耐えられなくなり後ずさった。
車の中には誰も乗せていない。鍵も閉めていた。それでもガラス越しに映る影は確かに人の姿だった。店の明かりが急に揺れた。風もないのに光だけが波打つように震えていたんだ。俺はフロントガラスへと視線を戻した。そこには白いスーツを着た男が座っていた。運転席、正面を向いたまま目を閉じている。肩は濡れていた。スーツの襟元には泥のような暗いシミが広がっている。昨日見た姿そのままだった。ただ一つ違う。男はシートベルトをしていた。それは前のオーナーが事故で見つかった時と同じ状態だった。事故の衝撃で運転席で固定されたまま亡くなったんだ。それがこの車だった。男の胸がわずかに上下した。だが呼吸ではない。何かが浮き上がるような動きなんだ。次の瞬間、湿った手のひらがガラスの内側からべたりと押し付けられた。泥混じりの水が液体の線になって垂れ落ちる。俺は逃げるように背を向けた。走り出した俺の背中にはっきり届いた。車内から聞こえるドアが開く音。鍵はかけていた。店のシステム上、外からは開けられない。それなのに金属の外れる乾いた音が静まり返ったやけに落ちてきた。振り返る勇気はなかった。後日黒い中古車は廃車扱いになった。その車から前のオーナーの形見とされる白いハンカチが見つかったという。ただ一つわからないことがあった。それはそのハンカチが俺のロッカーの中に入っていたこと。濡れたまま泥のついた指跡が4本消えずに残っていた。